今日は誕生日だったりとか祝辞の時にお客様からの特注でお祝い用に細工寿司を作らせていただきます。はい、寿司屋は基本的にこの柳刃包丁と言いまして、これで大体の作業をします。これ根の日っていう銘柄の包丁で、もうこの包丁は10年ほど使っております。まずイカで鯉を作ります。鯉？はい、使用するのはモンゴウイカです。まず2つ、これくらいの大きさですね。まず半分にこれぐらいにします。そしてこれを今度薄く、なるべく薄く、これを薄くしないとイカの模様が透けて見えないので、だいたい2ミリ3ミリところですかね。私は3年ぐらいはやりましたかね。はい、もうこういうのは普段のネタの切り付けとかで同じグラム数で切れるか切れないかにもよりますので、はい、普段の仕事から生かされる仕事だと思います。今度はこのイカを鯉の形に揃えていきます。ちょっと丸く鱗を再現したいので、ここでカノコ包丁っていうんですけども、斜めにこういうふうに包丁を入れていきます。鹿の子包丁って書いてカノコ包丁って言うんですよ。鹿の模様に似てるからと言います。はい、でこうやってもう鱗のちょっと鱗感を出してあげます。今度は尾びれを、こんな感じで切れ込みが入りました。はい、ここにマグロや卵や海苔を入れていきます。でシャリは若干小さめで、普段のお寿司より若干小さめでいきます。これを上に乗っけます。ここで形を整えていきます。そうするとこういうふうにマグロと卵と海苔とでこう透けてる感じが。そしてこのさっきの切りくずをまず背びれ、こういう感じですね。で最後にごまで目を、じゃあ続いてイカでアジサイを作っていきます。大体これくらいの大きさに切ってもらいます。今度はこれを薄くネタ切りをしていきます。はい、これもさっきの鯉と一緒ぐらいです。2ミリから3ミリぐらいです。これを薄すぎてしまったり厚すぎたりすると、厚すぎると巻けないし、薄すぎると形がしっかりしないんです。で今度これを巻いていきます。で巻いていくときは末広巻きって言いまして、このクラッカーみたいな感じですね。手巻き寿司でもよく使う技法なんですけど、末広巻きって言います。今度はこれをシャリで土台を作ります。まずシャリ玉を丸くしていきます。ここに海苔を巻いていきます。はい、でこの上にこれを乗っけていきます。今度はここに花びらの中にイクラを詰めていきます。はい、で
出来上がりです。で今度はイカで鶴を作ります。今度はこれを切り込みを細かく入れていきます。こういう感じです。シャリはこの色粉の使ったちょっと赤いシャリを使います。これは何ですか？これはおぼろと赤い色粉を混ぜました。でこれをこういう風に若干この後ろが透けるぐらいな感じですね。赤く若干見えて大丈夫です。で今度は顔を作るんですけども、若干こういう感じですね。三角形っていうんですかね。はい。でここにちょっと切り込みを入れてあげます。こうです。できゅうりで今度くちばしを作ってあげます。目をつけてあげます。マグロかなんかをちょっとこの頭の上に乗っけてあげます。はい、これで完成です。で卵からまず切っていくんですけども、こう中の具を切りますんで、そこまでまず大きく切らずに、まずこれくらいの大きさに切ってもらって、で真ん中落とす。でこの時に大事なのが、ここが正方形になってほしいんですよ、均一の。でこの卵の幅の大きさとこのマグロの幅の大きさを合わせたいんです。こういうふうにこの長さを揃えたいんです。でこれを交互に重ねるんですよね。こういうことです。はい、これで四角巻き4つできますっていうことなんですよ。4つの海の巻物です。はい。でこれだけで巻いてもいいんですけども、やはり食感とかアクセント、あと色使いもあるんで、これきゅうりを使います。この皮のところだけ使いたいんですけども、こういう感じですね。でこのきゅうりを今度はここに重ねていきます。はい、そうすると彩りもきれいになりますし、食べた時のこのきゅうりの食感も出ます。巻いていくと、これを巻きます。このように、はい。次はきゅうりで太鼓を作っていきたいと思います。半分にしてこれ使っていきます。端っこを一回落として、ここに細かく包丁を下まで切りつけないようにして、次はこれを包丁でこうやってやっていくんです。こうです。じゃあ最後に笹で飾り付けをやらせていただきます。これは小出刃と言いまして、一応主にアジとか
イワシとか小魚をさばく時に使う包丁なんですよ。それを私はささ切りに使っています。これ持ち方がありまして、だいたい包丁って基本こういう風に持つんですけども、こういう風に筆のように持つんですね。はい。ささ切りはもう見て覚えるしかないので、もうセンスですね。もう絵と一緒です。はい。こんな感じで。ではこちらで完成です。ちょうど約10年前の話ですね。寿司のコンクールで金賞を取りまして、それで自分のご褒美で買いました。やっぱり寿司の大会っていうのがあるんならば、やっぱり一度は出場してみたいなと思ったんで、それを頭にずっと入れて仕事もしてましたんで、やっぱもう18、19の時から、はい、やってるんで、もうやっぱ25、6年は視野に入ってます。常に作業と思わないことですね。毎日朝来て同じことの繰り返しだと思うんですけども、それを同じことだと思わずに一つ一つを全部新鮮にして新しく自分の中で取り入れるということですね。もっとどうやったら美味しく握れるんだろうとか、どうやったらもっと早く握れるんだろうとか、やっぱそういう向上心を持って仕事をしています。で、あとうちでも社内コンクールっていうのがありまして、若い子たちにも銀賞金賞やっぱ取ってほしいなっていう思いはあります。自信にもつきますし、やっぱそこでもね、お客さんがこうやっていっぱい来てくれるっていうことは、そのお客さんにとってもいい自慢になるんではないかなと思いますので、はい、